マグナムトルネードみたいに他のレーンを飛び越えたい。と思って以前作ったのがこちらのコース。ある程度の速度があれば通過できる程よい難易度で、動きもダイナミックなセクションに仕上がったのだけど、マグナムトルネードとはちょっと違うタイプの回転、いわゆる、バレルロール的な軌道になってしまった。ので、今回はマグナムトルネード式レーンチェンジに再挑戦してみる。作戦といっても軌道を直線的にするだけなのだけど、これには問題があって、バレルロール式ではマシンに強い遠心力がかかり、宙返りをする際に落下するのを防いでいた。直線的な軌道にすると遠心力が小さくなるので、マシンが落下しやすくなってしまう。さらに短い距離で路面をねじると、タイヤが接地しなくなってしまうので、支点から終点までの距離を長くして、ねじれを穏やかにする必要がある。ただしこれによってさらに途中落下のリスクが上がってしまう。つまり今回のチャレンジは、落下せずに回転できるギリギリの軌道を狙う、というチキンレース的な設計が求められるのである。開発の順序としては、バレルロール式と同じく2分の1サイズで実験し、成功したら通常のミニ四駆サイズで作る、という流れでいってみよう。というわけで開発を開始する。まずはベースとなる螺旋を作る。このパラメータで軌道が変わる重要なポイント。マシンの動きを想像して値を決める。エンジニアリング力が試されるぞ。そしたらコースの高さや幅を調整し、なんやかんやで 3D データ完成。私の脳内物理エンジンがギリギリ走れると言っている。2分の1サイズを 3D プリンターで召喚。半分サイズでも大きいので4分割で出力した。さらに今回必要なセクションを追い召喚。以前作った2分の 1JCJC に組み込めば、トルネードチェンジャー2分の1の完成。今回ジョイント部分は最初からテープ固定にした。マグネットジョイントは高速走行時に不安なので、各ブレーズを走らせてみよう。アルカリ電池とノーマルモーターの組み合わせ。スイッチオン。ゴー。はぁ。まあこれは想定内ですね。スローで見ると、何の迷いもなく離脱してしまっている。シンプルに速度が足りないので一気に速度を上げよう。というわけで 3.7V バッテリーでチャレンジ。スイッチオン。ゴー。早い。これは期待できる。どうやら速度だけでは攻略できないみたい。よく見ると、車体のロールが間に合っていないように見えるので、3D プリンターでバンパーとローラーを召喚。マシンに装着するとこんな感じ。シリコンリングローラーを下向きにつけることで、積極的にマシンを回転させる作戦。これでうまくいくはず。ゴー。どうだ？あれ？違う。そうじゃなさっきと似た動きに見えるな。と思って比較してみたら、似ているどころかほぼ同じ挙動だった。ただリプレイを見ると、マシン左サイドが下がっているので、ローラー自体は効果があるはず。それにしても豪快な飛び方だな。もしかして侵入時に左ローラーが接触してないのか？と思って右ローラーを2段にしてみた。傾いた壁に右上のローラーを当てることで、強制的に左の壁に押し付ける狙い。そろそろ成功したいところ。ゴー。いけるか？よし、オン？ちょっと待った。あまりにナチュラかに別レーンに着地したので、成功したかと思ってしまった。スローで確認。左側に押されてはいるけど、そのタイミングでは左の壁が低い位置にあるので、どちらにせよ左のローラーが機能していない。むしろ右上ローラーのせいで軌道が悪化しているな。これならどうだ。右ローラーは一段に戻しつつ、シリコンリングローラーを低い位置に移設。そのままでは安定感に欠けるので、上段ローラーを追加した。通常のコーナーでは上のローラーのみ壁に当たるので、余計な減速が防げる利点も。果たして成功なるか。スイッチオン。ゴー。おお、成功したぞ。2回目もクリア。3回目は、ダメだった。スローで確認。かなりギリギリな挙動。
でもしっかり回転できているぞ。3回目もほぼ同じ動きだけど、着地でバランスを崩してしまった。締めに入りそうな感じだけど、むしろここからが本題。通常のミニ四駆サイズで作ってみる。まずはデータ修正。2分の1サイズでも結構揺れていたので、中央に支柱を追加。手持ちの 3D プリンターのサイズに合わせて7個に分割し、ネジでがっちり固定できるようにした。透明感重視の設定で一発出力しようとすると、まさかの1週間コース。さすがに時間がかかりすぎるし、もし6日目でエラーが出たりしたらちょべり場なので、透明度より速度重視にしつつ数回に分けて出力。順調に進んでいるかと思ったら、とんでもないことになっている。ノズル上部からの漏れというかなり厄介な事故。緊急オペでなんとか腫瘍を摘出できた。シリコンカバー以外は無事だったので交換して続行。もし小分け出力にしていなかったら、本当にちょべり場になるところだった。その後は何事もなく完走。収穫したのがこちら。速度重視にしたので透明度は期待してないけど、もうちょい透け感が欲しいので、クリア塗装してみた。ほんのちょっとだけ良くなったか？マシンを当てて確認してみよう。一応マシンが通っているのは見えるのでよし。そしたら一気に組み立てて。これを JCJC に組み込めば、トルネードチェンジャー、完成だ。通常の JCJC より約1メートル大きいので部屋に入りきらない。走らせるマシンはモロチンサイクロンマグナム。可能な限りレデュ巡視改造で挑戦してみよう。セッティングはこんな感じにしてみた。2分の1で成功した際のローラー配置を参考にしている。しかし走らせる前にコースに当ててみたら、何かを擦っている音がする。よく見たら左リアの下段ローラーと、フロントのカーボンがコースに当たっている。コースがねじれているといつもと違うところが当たるな。というわけでセッティングを変更した。ちなみにモーターはスプリントダッシュ。一発成功もあり得るぞ。スイッチオン。ゴー。ダメか。スローで見ると、ここで右上段のローラーが壁に当たり、反動で左に飛んでしまっているので、右フロントのローラーを、1段に変更。これは2分の1でも同じことをしていたので、最初から1段にするべきだったな。ついでに少しでも速度を上げるために、フロントタイヤをスーパーハードに変更した。これで2分の1の挙動を再現できるか？ゴー。あや、違うレーンに入った。逆走？全然ロールが間に合っていない。2回目もほとんど同じ。そして逆走の迫力すごい。ローラー角度でどうにかなる感じではなさそうなので、入り口に踏切板を追加してみた。コース側で対応するのは不本意だけどやむを得ない。マシンは変更なし。ゴー。どうだ？ダメか。でもスローで見ると、ロールはかなり良くなっている。あとは速度が足りないように見える。ので、特殊タイヤをスタンバイ。このタイヤは台形バレルタイヤを縮めたもので、直径が少し大きいのでトップスピードが上がる。またグリップが低くて接地面積が小さいのも、最高速アップにつながる。台形タイヤだとさらに速いけど、サイクロンマグナムにマッチする点を優先した。スピード特化タイヤの威力を見よ。ゴー。風船すごい。惜しい。どうにかしてもう少し飛距離を伸ばすことができれば。充電すれば良いのでは？最も基本的なことを後回しにしてしまったな。というわけでフルチャージで行ってみよう。スイッチオン。ゴー。きたー。ついに攻略したぞ。スローで見てみよう。かなりギリギリの挙動で通過している。2回目は途中でバランスを崩してしまった。さらにスローで見てみよう。カメラから 0.1 倍速で書き出した AI 保管映像。後半は路面から剥がれて空中を走っている。そして気合でコースに戻った。奇跡の1回という感じ。
今回はマグナムトルネード式のレーンチェンジを開発。難易度が高くなりすぎたけどギリギリクリアできた。Twitter でツイートしたら、走らせたい、という声が多かったので、イベントやショップに置かせてもらいたいなと思いつつ、やはり攻略難易度が高すぎるのが困りもの。難攻不落のレーンチェンジ、挑戦者求む、というのもアニメみたいで良いけど、ほぼ完走不可能なコースというのはいかがなもの。落ちても走れれば良いのでは？こんな感じでレーンを追加すれば、トルネードに挑戦する、もよし。あえてブレーキで減速しセカンドウェイに入る、という選択肢もありになる。ただしこれまた出力が大変なので、何か良い方法を模索したいと思う。